皆さんこんにちは、石野香穂です。今回は要注意、書道が下手になる間違った練習法3選というテーマでお話をしていきます。書道の練習毎日やってるのになかなか上手にならないとかっていう方いらっしゃいませんか？もしかしたらその普段の練習がもしかして間違ってるかもしれないですよ。今日の動画をご覧いただくことによって、普段やってる練習の仕方ですよねを見直すだけでぐんと上達しやすくなるかもしれませんので、よければ最後までご視聴ください。じゃあ早速結論から言っちゃいます。1つ目がお手本を完コピしすぎ、2つ目が臨書を一切したことがない、3つ目が1つの書体しかやらないですね。この3つの理由によってなかなか上達しないということが考えられますので、詳しくお話をしていきます。まず1つ目、お手本の見過ぎですね。完コピしようとしすぎてしまうあまり、逆にバランス崩したりとか全体像がなんか変になってしまう。本人はすごい頑張って完コピしてるのでよしできたと思ってても、第三者が見ると意外とそれってバランス崩れてたりとか違和感あったりとかしてしまうっていうことが実はあったりするんです。例えばですけれども、この貯水量の光っていう文字、楷書体を真似してそっくりに書こうっていう風に試みるとします。この貯水量の光に本当に1ミリも狂わずそっくりに書けちゃう人っているんでしょうかね。例えばこちらご覧ください。これ私が書いた泡っていうひらがななんですけど、連続して2枚書いたんですよ。しかも同じように仕上げようって本当に誓ってめちゃくちゃそっくりな2枚を書いたつもりなのに、同じ日の同じ時間に書いてるんですよ。それなのに、例えば見てくださいよ。1画目の収筆、止めの部分見てください。赤い矢印の部分です。太さが全然違うしって思いません？こんなに一緒にしようと思っても結構な違いが出てしまいます。全体的にも細い太いの違いみたいなのが出てしまっていますよね。これって意識的に出したんじゃなくって、なんか左側の方は細くなっちゃったし、右側の方が太くなっちゃったんですよ。すごいプロフェッショナルの人がやったとしても、多分多少なりとも狂ってしまう。書は一発性の芸術っていう風に言われてるぐらいなので、全く同じものを生み出そうとするのはほぼ不可能ということで、臨書とか、先生のお手本をしっかり完コピしようっていう心構えでやっても多少狂ってくるわけじゃないですか。その狂った後の続きもお手本通りに書こうとすると、これは違和感でしかなくなります。どういうことかっていうと、例えばこの貯水量の光見てみてください。この点々の位置、一つ目の点に対して右上がりの位置に打たれてます。ところが私が臨書を試みたものは、あれ、この貯水量の原点ほどは上がらずに意外に下の方に打っちゃった。するとどうなるかっていうと、貯水量のこの3画目の点は4画目の横画の起筆に素直に向かっているにもかかわらず、私のはなんとこっちに行っちゃったわけですよ。向かう方向が。貯水量の真似したらこうやって突き当たって横画引きたかったんですよ。ところが私こっち行っちゃった。もう突き当たることができなくなっちゃった。さあどうしましょうか。失敗で終わらすことなく、また立て直して美しい文字に戻すにはどうするか。答えはただ一つ。気脈は貫通させたまま横画に移る必要がありますよね。つまり直線距離で行くのが難しくなった場合、遠回りで結構です。下まで行っちゃう。で、助走をつけてポーンって反動をつけて起筆を落とす。線のスタートを置くっていう風にやったら、何の違和感もなく横画を引き切ることができるんですよね。こういった発想を持つことがとっても重要です。こっちに向かってしまったにもかかわらず、これ通りの起筆を試みると変でしかないですし、そもそも気持ちがつながっていない状態で書くことになってしまうので、第三者から見ると多分なんかちょっと気持ち悪い感じがするなみたいな、入ってこないなこの光っていう字みたいな感じになってしまいがちなんですよね。必ずとは言いません。そういう風になる率が高いので、この通りにならなかった場合はこういう持ってきたき方以外の方法を自分で考える。
こういう風にしましょうっていうことですね。こういう臨機応変さがとっても書道の上達には大事になってきます。お手本にとらわれすぎていると、例えばどういったことが起きるかっていうと、この点の下ではなくって、それより1センチ内側からこの線始めようとかっていう発想になりがち。それって一番良くなくって、そうじゃないんですよ。全体として出来上がったものを見て、上部のパーツを受けれる場所にここを書こうっていう発想でなきゃいけないのに、お手本を見すぎてる人のほとんどが、この線の下、1センチ内側入ってるっていう測り方をしちゃうんです。上のパーツを受けようっていう考え方はしないで。これが超もったいない練習方法。例えば2文字連続書くにしても、1文字目のこの縦角の真下に2文字目の縦角がいるなっていう風に考えたらもうアウトですよね。このくぼみの中に縦線を突っ込んでいく感覚で入れようだったらいいんです。お手本のあるがままに何センチとか測ったりとか、真下にいるなとかってやるのが一番良くない。なので頭を回転させて理屈を自分で作るっていうか、納得できる理由を自分の中で作って、正解はないので本当に自分で作っちゃってください。自分が考えたアイディアのもと、そういう位置に置いていけるようになったらいい練習方法と言えると思います。書道が下手になる練習法2つ目は、臨書をしたことがないですね。臨書っていうのは昔からずっと長く大切にしてきてるお手本、古典というものを真似して書こうっていうのを臨書って言います。書体名ではなくって行い自体のことを臨書っていう風に呼んでいます。この練習方法について、詳しく説明するとちょっと長くなっちゃいますので、今回は割愛します。過去に臨書についての動画、詳しいの出してるので、もしよろしければそちらも合わせてご覧いただければと思います。で、その臨書なんですが、この動画をご覧になられてる皆さんでも、臨書したことあるよっていう人もいれば、全く触れたことがないですっていう方もいらっしゃると思います。臨書したことある人、したことない人の違いっていうのが、実は練習に影響が出てくるんですよね。臨書をしたことがない人ってお手本を吸収するスピードすごいんですよ。他を知らないから、お手本1枚あったらそれをもう全部丸飲みできちゃうぐらい素直な状態、それが臨書したことない人の特徴かなと思います。それっていい意味では素直だし吸収しやすい状態ではあるんですけど、もう一方の視点でいくと、臨書したことある人のいいところっていうのをまず先にお伝えさせていただくと、臨書したことある人っていうのはもうすでにいろんな引き出しが自分の中にある状態、文字のバランスもいろいろ知ってるし、書き方もいろいろ知ってる。草冠と竹冠が変わることがあるとか、同じ文字でも逆三角形の字に作る時もあればひし形に作る時もあるとか、いろんな文字を引き出しとして持っている状態で、様々なお手本を見ながら書くことになります。なのでお手本を丸飲みしちゃうっていうよりは、自分の情報と照らし合わせながらいいところだけ吸収して真似しよう。お手本ではありますが、この線は多分あんまり良くない線だろうなっていう見極めがつくようになるので、お手本の素晴らしいところだけを吸収して自分の書に落とし込むことができる。これがめちゃめちゃ大きな違いです。オンラインスクール生の中でも臨書をメインとしてる方と、そうではなくって私のお手本を見て練習されてる方といらっしゃるんですよね。臨書をしたことなく私のお手本だけ見て学ばれている方っていうのは、細部まで私のお手本を真似してこられるんですね。それはすごいありがたいことなんですけど、ここだけは絶対真似しないでくれよっていうところも忠実に真似してくるんですよ。これがまさかの落とし穴。先生のお手本だけ見るのもすごい吸収できるし、めっちゃいいじゃないですか。それだけでも十分上達はするんです。ただ先生だって完璧な人間じゃないから、真似してほしくないとこだってあるわみたいな。でも臨書したことがない人というのは、悪いところもいいところも吸収されてしまうわけですよ。誠に申し訳ありません的な感じなんですけれども、私以外のその他の先生方だって古典をもとに多分お手本書かれたりとかしてる先生がほとんどだとは思うんですけれども、その中にも多分先生自身で気に食わない場所とか1箇所や2箇所はほぼ必ず出てくるはずなんですよ。毎回完璧にお手本書ける先生もしかしたらいるかもしれないですけど、完璧っていうのは難しいです、書道では。なのでそのお手本の良し悪しを見極められるようになるっていう、その人のセンスってめちゃくちゃ大事
やるのかやらないのかもその人次第だとは思ってるんですけど、押し付けるつもりは全くありませんよ。ただ臨床してる人って目に見えないところですごいプラスだと思う。あ、これあの古典のあの場面の筆使いだとかっていうのを全部分かった上で臨床できるからめちゃくちゃ頭良くなりますし、あ、このペロっていうちょっとで出ちゃった線、あ、これ先生出ちゃったんだ、CCC 先生だってもう人間だなみたいな感じで思えるし、それってありがたいことなんですよ、先生からしても。いや見抜いてくれて本当にありがとうございます、そうなんです、そこ真似してほしくなかったところなんですよって思います。なのでやっぱ古典でいろんなのを知って知見みたいなのを蓄えてくださった方がお手本もいいところだけを吸収していただけるのかなって私個人的には思いますね。例えばこの筆っていう字見てください。筆っていう字って竹冠とか草冠とか、筆っていう字書き上がった後に最後縦線のちょっと右隣ぐらいにちょんって点が打たれてるものとかあったりするんですよ。あと長いところ、トップに長いとこ来るのもあるけど下の方に長いとこ来るのもあるんですよ、横隔の長さ。これはありなんだとか、あ、こういうのは絶対なしだよねみたいな見極めがつくようになるのも臨床した末のことなのかなっていうふうに思うので、絶対に臨床はやった方がいいような気がします。書道が下手になる間違った練習方法3つ目は、一つの書体しか学ばないですね。これは一つの書体だけ学ぶことのメリットももちろんあるという前提でお話しさせていただきたいんですけど、今回は本当に上達したいって思ってらっしゃる方とか、楷書が並にうまいとかじゃなくってもう本当に突き抜けて上手になりたい方とか、そういった方向けにもお話しさせていただきたいので、そういう視点でお話しさせていただきますと、一つの書体だけやるのはとってももったいないことです。私は何が言いたいかっていうと、例えば楷書だけ学ばれてる方ってすごい多いんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。楷書やってる方で行書ちょっと触れたことがあるとかっていう方は多いと思うんですよ。ただ草書とか隷書とか篆書とかまで学べてる方って多分割合的には超少ない、1割とか2割とか点0とかまで含めたらもっと少ないかもしれないですよね。ただ楷書を本気で極めたいとか、行書もめちゃくちゃ書けるようになりたいとかっていう場合には、いろんな書体に触れておくこと、経験としていろいろ知っておくことっていうのが必要不可欠なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。例えば楷書にもリズムがありますよね。ひらがなでさえリズムがありますよ。今ちょっとたまたまノリっていうさっき子供たちのお手本書いてて、これちょっと中心ずれたからお手本にしなかったんですけど、ノリ、これにだってすごいリズムついてきますからね。グッて入ってなんかこう筆を吊り上げるように上に持ってきて、してまたちゃんと置いてグーって、この中でも細くなったり太くなったりとか筆の上下運動が生じるわけですよね。でリもグッて入って、ここで反発効かせてピョーンって跳ねて次ここにたどり着いてふわーんっていくみたいな、このリズム感って楷書だけ学んでたら身につくのかなって正直思いませんか？私的には楷書だけ学んでたらトンスートンとかトングーフみたいなリズムは身につくかもしんないけど、その他のなんか抑揚の豊かさ的なリズム感みたいなのって身につかないような気がしたりとか、だって歴代の書家とか見てきても楷書めっちゃくちゃ上手な大家の先生とかって楷書だけ書いてる人いないんですよね。5書体全部書ける、または楷行草がめっちゃうまいとか、流れのある文字もすごい上手な先生が楷書で有名な大家だったりとかしたり、古典でもそうですよ。唐時代の楷書で有名な九成宮霊泉面を書いた応用順、楷書だけ書いてた人物ですかね。違いますよね。隷書とかも学んでた、もちろん行草も書けたっていうところで、楷書を突き詰めようと思ったらいろんな書体を学んでこそ様々なこの抑揚、リズム、緩急とかって得た上でまた楷書書くことになるから、同じトン数トンのリズムでもそこに入ってくる情っていうか全く異なってくると思うんですよね。楷書しかやったことのない人の楷書ってカチッカチみたいな感じで氷みたいなフリージングになっちゃうか、すごい抑揚出せたとしてもなんかわざとっぽくなっちゃうかみたいな、私が言いたいのはそこなんですよ。うまいけどやらせっぽい楷書で終わるのか、それとも本当の高みを目指すのかの違いだと思います。いや私は趣味でやってるし普通に楷書好きで本当に楷書だけ書いてるのが楽しいからっていう人はもうこの話無視していただきたいんですよ。本当に上手になりたい人っていうのは楷書だけやってたら楷書は上手にならないと私的には思います。楷書だけしか学んだことない人で、私めっちゃ楷書自信あるんですけどっていう人がいたらぜひ教えてほしいです。お待ちしております。
はい、ということで今回は要注意書道が下手になる間違った練習方法についてお話をしてきました。練習の仕方が合っているかどうか不安だった方や、なかなか今の練習方法では伸び悩んでらっしゃる方にぜひ参考にいただけると嬉しいです。今回の動画役に立ったなと思っていただけた方はぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日の感想コメント欄でもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは今日も最後までご清聴いただいてありがとうございました。さようなら。